1、2の3。はい、イリア・カバコフは1933年、旧ソ連、現在のウクライナでユダヤ系の両親のもとに生まれました。貧しさの中で育ち、戦火やナチスを避けて疎開生活を送りますが、美術を志し、モスクワ芸術大学のグラフィックアート科に入学します。しかし、当時ソ連は文化統制下にあり、自由な芸術活動や展示は認められていませんでした。カバコフは絵本の挿絵画家として生計を立てながら、発表のあてもなく作品を描き溜めていきます。しかし80年代にソ連が徐々に開かれていくと、カバコフもドイツを経てアメリカに移住しました。ソ連を知らない西側の観客には自分の作品の意味が伝わらないのではないかと危惧したカバコフは、この頃からソ連のアパートや病院などを再現するトータルインスタレーション、全体空間芸術を制作し始めます。カバコフによれば、トータルインスタレーションは天井、壁、床、オブジェ、光、色などのすべての要素が結合した総合芸術でした。でこの図版なんですけれども、1988年に発表した最初のトータルインスタレーション10の人物です。ソ連の共同アパートの空間を再現しつつ、宇宙に飛び立つことを夢見る男を主人公とする幻想的な物語を作り出しています。そして1989年にはエミリアとのコラボレーションを開始。カバコフはニューヨークを起点に世界的なアーティストとなりますが、美術の市場や商業性に疲弊し、古い良い美術が忘れ去られていく文化の在り方にも疑問を抱き、そうした問題を指摘した展覧会、シャルル・ローゼンタールの人生と創造を1999年に水戸芸術館で開催しました。そしてその年、カバコフはつまりを初めて訪れることになります。私たちが最初につまりに来た時、私たちは何か魔法のような雰囲気に強く引きつけられました。山、水、雪に覆われた田んぼ、ここであなた方を取り巻く平和と静けさは独特な稀有な感情をもたらし、人生の意味について、人生とその目的について深く考えさせます。カバコフにとってつまりは人間が生きるための理想的な場所であり、アートが商業や喧騒を離れて自然や生活と調和しながら存在しうる場所でした。そうした中でカバコフは2000年に棚田を制作しました。これはつまりで米作りをする人々の労働と人生への賛歌となる作品です。そして2015年には人生のアーチを制作。これは人間の誕生から死に至るまでの人生を表す作品で、5体の像は人生のそれぞれの段階を示しています。この写真では左から右へ時間が流れています。人間の誕生、世界を恐れる少年時代、大切な重い荷物を背負う日々、周囲の状況から逃れようとする時期、そして最後に身を横たえるわけです。しかし彫刻はこれで終わっていますが、実はこの作品の下絵には6番目の場面、倒れた男を天使が迎えに来る場面がありました。この下絵は今回オープンした手を携える塔の展示室に展示されています。人生のアーチには続きがあり、そこには救済があったわけです。そして2020年、カバコフから手を携える塔をつまりに作りたいという提案が届きました。それを受けてフラムさんは困難な状況の中で夢を見続けて作品を作り、つまりを愛してきたカバコフの夢のアーカイブをつまりに作るというプロジェクトを立ち上げ、旧作2点、新作7点からなるカバコフの作品群、カバコフの夢が今日完成しました。
私たちはカバコフの夢の軌跡を表すためにどんな作品を展示するべきかを考えました。カバコフさんは10のアルバム、アーティストの図書館、そしてもちろん手を携える等を提案し、私の方ではそれを保管する作品として16本のロープ、プロジェクト宮殿、手を携える船を提案しました。10のアルバム「迷宮」はカバコフが1970年から74年にかけて制作した紙芝居風のアルバムで物語と絵で構成されています。カバコフは短編小説の名手でもあり、幻想的な物語を書いています。10のアルバムはソ連に住む10人の架空の人物が主人公で、誰もが夢見る人々です。自由な空で生活することを夢見る人、やがて天に旅立っていく男などをめぐるファンタジーが展開されます。16本のロープは1984年以降、カバコフが繰り返し取り組んでいる代表作の一つで、頭上に張り巡らされた16本のロープに紙切れなどの数百のゴミがぶら下がり、ゴミには日常会話の断片を記したメモがついています。カバコフはこれらの言葉は個人のものであると同時に皆の言葉であると述べています。カバコフは日常のささやかな出来事や夢からなるあらゆる人々の人生を記憶しようとする作品を多数制作してきました。プロジェクト宮殿もカバコフの代表作の一つです。これは旧ソ連に住む人々の夢を保存する博物館として構想された作品です。人間の計画や夢を人々の生きた証と捉え、挫折した夢、実現不可能な夢も含めて保存するための宮殿です。そこに登場するのはカバコフが作り出した架空の人物で、最初に作られたバージョンは2001年からドイツのエッセンで常設展示されています。つまりではその中からよりすぐりの5つを再制作しました。例えばこれはどうしても天使に会いたい男がとてつもなく高いはしごに登って自らを危険な状況に置くことで天使に迎えに来てもらおうとする計画です。プロジェクト宮殿のエピソードを単独のインスタレーションとして制作したのが自分をより良くする方法です。これは毎日一定時間天使の羽を背中につけて部屋にこもることでより良い人間になろうとする計画です。プロジェクト宮殿に収められている計画は荒唐無稽なものが多いのですが、それがどんなにおかしなものに見えても、それぞれの夢が本人たちにとっては切実なものであったことが伝わってくる物語になっています。アーティストの図書館はカバコフの限定版のアーティストブックや関連書籍を鑑賞するためのライブラリーです。カバコフにとって図書館は人間の生を記憶する場所として重要なテーマであり続けてきました。そして今日公開された手を携える塔です。カバコフはこのモニュメントについて次のように述べています。私たちは人々のつながりを表すモニュメント、人々がお互いの違い、彼らの問題、関心について平和的に話し合うのを促すためのモニュメントを作ります。このモニュメントは世界や地域の状況を反映して光を当てられることで色を変える仕掛けになっています。それはこの塔自体が世界や人々の心とつながっている印であり、作品は世界と呼応しています。塔の台座の中には展示室があり、手を携える船の模型と版画が設置されています。これは2005年に開始したプロジェクトで、カバコフがデザインした船の上で世界中の子どもたちが絵をモザイクのように組み合わせて帆を作ります。このプロジェクトに参加することで、子どもたちは他者と自分の違いを理解しながら多様な文化や思想を尊重することを学ぶとカバコフは語ります。美術を通じて人々が交流し、世界とつながる場を作るという意味において、手を携える船とこの手を携える塔は共通性を持つ作品になっています。私からは以上です。はい、どうもありがとうございました。